テキラードとジョンです。今回はナビ VS クオンタムズ・ベアーズというクランですね。ライブで撮影していこうと思います。アッパーブラケットのラウンド16ということでね、トーナメントベスト16というところまで来ているようです。アタックまで飛ばしていきたいと思います。先行ナビの方からピーカス、ルートライダー編成ですね。時間勝負もあるというところで、先頭で攻めるような人たちはこういった編成になってくる環境なのかなとは思います。さあもうクイーンと10日兵士は同時に置かれつつスケルトンも置かれてというところ。サイドに流れたのを見て中心部からしっかり進むようなルートライダーを作っていって始まっていきます。よく見る形ですね。最近大会とかでもね、クランリーグとかでもこういった形ができてるんですけど、これ、しっかりこの外周部に流れるユニットがいないところと、このクイーンを守るためのスケルトンの呪文と、この穴開け。で、反対サイドはもうロイヤルチャンピオン使ってるんですよね。ここがめちゃくちゃうまいですね。この辺は練習して、この編成の理解度を上げていかないといけないところっていうところと、今回はタウンホールが終点の配置になっているので、オーバーグローは使わないでもうタウンホールの方へまっすぐ進むようなやり方で来ましたね。レイジフリーズと固めて、裏の方は一気にスーパーバーバリアンで回収を早めていくと。これかなりいいタイムになりそうですね。1本目からすごい全開になっていく。1分50秒での全開。1分50残しでの全開がさっきのアタックは1分9秒というね、高速アタックになった形で、今回も同じような編成ですね。オーバーグローは使わない形になっています。どういう展開になっていくのか。4時か10時サイドから進む。3時から普通に一直線で両サイド残しで進むんですね。3時からウッドランチャーを使っての入りになっていって、クイーンも一緒に入れていくような形になりますね。で、ロイヤルチャンピオンまで混ぜていって、全部っぱの一気のトームをかけていきそうですね。レイジを置いてと。今の流行りだと10日弊社を使ったりとか、クイーンを外周流したりとかが多いんですけど、もうスーパーアグレッシブに全部ドッカーンいきました。ヒーリングトームも入れつつ、で、中央、モノリスのターゲットのためにスケルトンを置いたりしてるんですけど、ちょっとロイヤルチャンピオンがやはり早い段階で出したので、先陣切って進みすぎちゃってますね。ロイちゃんはここで戻っていきつつ能力解放。ボールブレーカーあったらよかったのかもな。これはちょっとタウンホールが残りそうですね。ルートライダーがこの後クイーンを穴開けで誘導したいね。キングかクイーンを。キング走らせていく。穴が、そうか、さっき死んだルートライダーが穴だけ残していったんですね。クイーンはタウンホールの方に誘導されてなんとか落とすことができました。ちょっとね、危ないやり方だなとは思ってたんですけど、最終的には火力が間に合いまして、全開までは持ってけそうですね。こういうのが全開になるんでね、やっぱルートライダーの強いところっすよね。入りとしては結構乱れてる感じではあったんですけど、持ってけるパワーが強い。ただがルートライダー編成。スケルトン2発、オーバーグロー型。かなり真ん中の方に、面白い配置ですね。火力が高めの密集陣みたいな感じなんですけど、上の方からルートライダー、投石じゃないわ、10日弊社を置いて、クイーンも外周流していく。オーソドックスな形ですね。長弾大砲とか内側でターゲットを取ることで、クイーンは1タゲ未満っていうのをしっかりキープする。クイーンルートはやっぱり火力が低くなるような形を取れるといいですね。で、タウンホールのところ、ここ一気にオーバーグローで隠していって、火力を抑えていきますと。なんかすごいな、そのテスラとかも。なかなか珍しい配置かなって感じです。テスラすごいな。で、ロイヤルチャンピオンをもう早めに出している。ここで、10日弊社から出てきたスーパーホグと合流しつつ、そろそろ現れそうですね。来ましたね、ダウンホールが。
ここから火力が上がってくるので、いいですね。インビジブルタワーの空打ちをさせてからフリーズをかける。これマジで大事っすね。インビジブルタワー先にかけちゃうと、結局もう一回かけられちゃうんでね、インビジブル。それが嫌なので、インビジブルタワーの発動を待ってから、いいタイミングでかけていって、ここもラストタウンホールにフリーズ。これもタイム早いっすね。なんならもっと早い。1分57、6ぐらい残して1分8秒。上回っていく。さあ、対戦相手は、スパーチャになりそうかな。タイム的にはね、もう2人が1分8、1分9とね、とんでもないタイムで前回取られてるんでね、スパーチャ使うとなると、まあ、花火かもしんないけど、かなり時間安いダブル固め入れていって、ガゴですね。うん。で、援軍はドラゴン採用というのも面白いですね。まあ、スーパードラゴン入れてた時と同じような感覚なのかな。ちょっとドラゴン1体しか見えなかったんでね、他に何入ってるか分かんなかったですが、ドラゴン採用新しい。で、3時の方からこれはレイジジェム型のウォーデンを使ってサイドカット。もうこの時点で40秒使ってるんでね。まあ彼らに追いつこうとしたらもうこっから30秒で全開取んなきゃいけないわけですよ。1分8秒と1分9秒ってね、それぐらいのタイムですからね。こっから30秒じゃ取れないので、もう時間勝負は放棄したと見るかな、さすがに。で、スーパーバーバリアンでサイドカットを行いつつっていう形ですね。ルートライダーが1体だけ前を張って穴開けをしてくれて、ここは溶けていく。タウンホールも結構遠いんでね、ちょっと早めにトームをかけて、そうですね。この辺のユニットを守るような使い方をしてくるのかなという形です。で、ロイヤルチャンピオン6時の方に展開して、回収も、スーパーバーバリアン今バネで飛びましたね。今バネかける対象ってほとんどいないんで、ストライカーかアイゴレかみたいなところもあるんだけど、ラバレが飛んでくる環境でもないんでね、5V5 で。なので、アイゴレ対策のバネっていうよりも、スーパーバーバリアンとかストライカーに合わせるようなバネを置いていくっていうのが、今は基本的にいいのかなーって感じの環境なんで、このホグを一応飛ばせるメリットがね、ホグ対策で置いた時はあるんだけど、基本的には、そういう置き方よりも、ストライカーとかね、スーパーバーバリアン、バルキリーとかをね、飛ばせたら美味しいっすよね。さあ、タウンホールのところまでたどり着きましたが、かなりもうユニットもいないので、残り1分というところですね。タイム的にも2分台の全開にはなりそうですが、全開そのものは取れそうですね。壁開けをしていきつつ、今のね、環境だとこの全開喜ばれないの、ね、ちょっと悔しいところというか、あれですね。せっかく全開取れたんだけど、2分25秒はマジで遅い。半分以下のタイムで取ってるからね、学ピーカス。2人足してもって感じだもんね。さあ、クラウス、ライドラの入ったルートライダー編成なので、ライドラがどっか刺さりそうなポイントがあるはずなんで、どこですかね。タウンホール、レイジライドラでタウンホール後で取る頑張るいや、サイドカット、どこですかね。多分ね、ルートライダーそのものがこっちから来そうな。タウンホールから行くのどっちか。タウンホールから行くならライドラこっちだね、じゃあ。やっぱそういう使い方なんですね。まずは対空砲カットを狙って、スーパーバーバリアンでカット入れていく。頑張れ。カット間に合った。テスラもいい位置に生えてくる。レイジが保たれていく。さあ、ここは、テスラから超団体砲の方へライドラがいいカット6時方面を一掃していきつつ、上がスーパーじゃないわ、ルートライダーが発進しております。いいライドラですね。6時サイドが一掃されました。トライブのね、エクコシストとかもね、ライドラ入れたルートライダー編成っていうのを、ピンポイントで使ってまして、強かったですね。なので、ライドラとかも、僕もこの前ね、野良対戦でライドラ1体だけ入った攻めをね、アクランリーグだ。サバカの方なんですけど、やったりして、ぶっ刺さるとほんとぶっ刺さるんでね。フリーズかけつつ、ヒーラーが生まれていって、能力も発動、いろんなものが最終地点に集まってくる。トルネードさえなければ、とんでもないタイムになってそうですが、それでも早いですね。えぐいユニットの量が襲いかかって、ここも1分10秒。早っ。対戦相手のアタック。やはりあのタイムの全開並べられちゃうともう、タイムで勝つの厳しそうってなっちゃいますよね。
丁寧に全開を取りに行くプランに、もう2歩目から切り替えたような形かなと思います。いいところに突撃艦通していって、ウォールブレーカー穴開けからのスーパーチャーがここは増えていきそうですが、ウォールブレーカー増えましたね。すごい量のスーパー、すごい量のウォールブレーカーがどかどか走っていったのが見えましたが、中央。結構大きく削れそう。イーグルとかまで折れそうですね。イーグル折れて、マルチ相手。これ相当削れたな。クロスボンも折れて。だいぶ伸びてるね、これは。ちょっとサイドカットね、そうね、間に合わせたいっす。ギリギリ、穴開けが間に合って戻っていきます。タイタンとかも入れつつ。できればアイゴレとかをね、本体ではなく別のところで釣りたいんだけど、ちょっと角度的に難しいので、これはどうしてもアイゴレに当たっちゃうね。さあ、イーグルも消えてるので、だいぶ静かな中、動いていきます、ユニットたちが。3時からロイヤルチャンピオン登場。ここはロイちゃん対決のサポートにストライカーを入れてきますが、一瞬見失ったような挙動を取りつつ、ロイヤルチャンピオンのサポートを取っていきます。通常ウォールブレーカー、そこから投げるか。もうルートライダーがいないので、ここの、でもウォールブレーカー走ってきて、これレイジに乗るから、穴は開きましたね、一応。ただ、スピードが間に合ってないので、キングが氷押しで開けてくれました。トームがまだ残ってたんですね。ここトームを入れて、裏側スーパーバーバリアンで一気に回収入れていく。これまたさっきと同じようにタウンホール前の誘導っていうところが難しい。クイーンをタウンホールに向けるのがなかなか難しいですね。さあ、ここレイジが一瞬クイーンに入ったことで、モノリスからは一撃も受けず、クローク打ちつつ、どうだこれは。フローズンアロー入ってトルネード。フローズンアロー解けるか？解けた。ダメージ量が上がっていく。トルネがフローズンアローが一発入ったことでまたこれが衰弱能力ついていってフェニックス落としていく。惜しい。めちゃめちゃ惜しい。さあ、カズマくん、ルートライダー編成、オーバーグロー型。これもね、さっきのクラウスみたいな感じでタウンホール側から入っていく形もあると思うし、横から入る形もあると思うし。おお、キングクイーン。なるほど。これは新しい。クイーンだけでなく、キングも縦にしていって。クイーンだけじゃね、ちょっと耐えれない火力になってるようなところもあるので、ガントレットぶっ飛ばして進めて、本体の方はルートライダーだけと。さあ、そしてここでオーバーグローでタウンホールを隠していきます。オーバーグローっていうか、このルートライダー編成もね、やっぱいろんな配置を取るためにいろんな形が生まれてますね。クイーンの方はちょっと合流しに来てしまいましたが、まあまあ、それはそれで強いんでね。それは別に強いかなって感じ。オーバーグローのところ、ロイヤルチャンピオンとかね、この辺も一緒に入ってるような状況です。その分、3時側の施設の方が、クイーンが流れてしまった分残ってしまってるって感じ。さあ、タウンホールの方も、空き地になって、ユニットの方がそっちに向かってほしいんですけど、ロイヤルチャンピオンが今能力発動中ですね。そこにレイジも置いて、ヘイスト薬。これも早いな。最速タイム1分7秒。すごいね。さあ、対戦相手、これもスパーチャですかね。平均タイムが、やばいっすね。1分8秒が平均タイムになってしまってるんでね。ちょっとこれも防衛以外で勝てる未来がありませんね。で、最後、星さんってとこなので、時間は意識せず普通に攻めればいいと思うんですけど、なんかあんまりそういうこともしなそうですね。対戦相手からすると全開を取りに行くっていうプランで、防衛が万が一取れればいいなって感じのプランで、もう、勝つしかないですね。いろんなものが走ってって、しっかり見えてからここはクローンをかけていきます。これね、スーパーアーチャーの時にやりがちなんですけど、ウォールブレーカーとかゴブリンの方をね、クローンで増やしてしまって、スーパーアーチャーが増えないみたいなね、ミス、結構あるあるで見るので、しっかりね、その、前座で出るユニットたちを待ってからっていうところは大事になってきます。さあ、これスーパーアーチャーの方で結構削れていきましたが、もう反対サイドレイジジェム型始まっていきます。中央、これ十分っすね。富士もこれで回収できるようになったので、アーチャーとかガーゴイルとか起きつつ、トームで入っていきます。これはボーデンがもう撃たれてしまってるからですね。
で、3時からロイヤルチャンピオンつけて、3時、4時のところをスーパーバーバリアンで削りを入れていく。うん。こういうところ1枠でね、アーチャーとかで削れるようなところとかは、こっちに回してもよかったかもしれないですね。スーパーバーバリアン5枠を使っちゃうのがもったいないっていうところを1枠で削れるのに。で、呪文がないので、ここからヒーローのターゲット管理が大事になってくるので、これはすごいね。リクスケ4個出てきたんですけど、キングが張り切っただけで全部飛びました。張り切ったキング強いですね。で、あとはロイヤルチャンピオンがここから能力発動、クイーンの方も能力発動というところで、いい全開です。これも1分ぐらい残してという形で、スーパーチャーとかね、スパガゴ系の、突系の編成が得意なクランなんですかね。両者、ちょっと変わったルートライダー編成で、量産してます、展開を。さあ、ホッサン71天才のホグとラバルとスーパーバーバリアンと3部隊いますね。なので3部隊に分けてやっていくのかな。前もちょっと似たような編成やってましたね。キングクイーンが同時に置かれつつ、スニゴブカット3軸角をキング入れていって、で、真ん中の浮いた施設のところをクイーンのためにサイドカットして、ホグトームになりそうですかね。突撃艦も入れるために、ここは全然突撃艦と違う角度から来たけど、エアスイのターゲット取りたいとかだったかな、これは。ワンチャン。どうなんでしょうね。さあ、ホグロイちゃんトーム進めていって、これタウンホールまで届けるつもりあるんですかね、この突撃艦。なかなかヤンキーだけど届いていく。フォーミングあったら途中で落ちてるよ、それ。で、6時の、12時の方からラバルも同時並行。6時はもうね、クイーンに任せたやつですからね。これは速攻クローク打ちましたね。ちょっと、同時に見るのが忙しいってことで、シングライティからtagaげられた1秒ぐらいで打ちましたが。で、キングの方は3時のサイドカット入らなかったんですね。3時区画がちょっと残ってしまっています。あとはロイヤルチャンピオンの能力が残って、3時区画が残ってというところ、ロイちゃんの能力の方はホグヘイストですね。こういうところ、火力の高いところを一気に押し切るのにいい装備になってます。で、裏からホグライダーでターゲットを取って、スーパーバーバリアンも入れてという形。さあ、これもかなりのタイムで全開になります。これが一番遅いタイムですね。1分14秒。ナイス全開。さあ、対戦相手ラストアタック、絶望的ですね。タイムの方がもう1分差ついてるので、マイナス2分で全開取れればね、逆転取れますね。なので、今の段階で全開が取れれば逆転です。0秒かかってしまうとちょっと勝てないですね。さあ、天才、この時点で敗北です。残念。やばすぎる。平均タイムが速いね。パーフェクト取れることのメリットっていうのがこういうところですよね。圧倒的全開勝で、もう対戦相手が関係ない勝利を取ることができる。対戦相手に依存しない勝利を取ることができるっていうのが、速度を生かした展開を作るということですね。それがかなりうまく刺さってたかなと思います。さあ、これ、キングの方でアイゴレの処理を任せられそうな感じになりました。で、ルートライダーちょっとだけ出してクイーンのサポートもしつつ、ここから合流するのもうまいっすね。このコントロールうまいな。で、12時の方から10日閉鎖。ちょっとゴレビズチックなね、昔のね、芋転がしみたいなルートで進めていって、ここはフリーズも入れて延命をしていきます。うまいね。回収だけちょっとしたキャンプ残ってることだけを頭に念頭に入れつつ、アーチャー置くならアーチャー置くなりするって感じですかね。で、ここでヒーリングフォームを入れていきます。で、タウンホール付近になってからレイジをかけて、HP の高い施設に対してそうですね。火力が上がるようにして、ここはレイジフリーズをかけていき、ロイヤルチャンピオンとかも上が一緒にね、走ってますね。タウンホール一瞬で飛ばしつつ、バルキリーがこれタウンホールポイズン受ける前に先にね、進めてるのも強いね。そのリクスケバルキリー、処理で、取ることはできない。ガーゴイルアーチャーしっかり6時の回収も入れていって、あとはクイーンとロイヤルチャンピオンが能力残ってる状況、フリーズも残ってる状況なので、その辺の能力残ってるなら合流して進められそうかなというところで、クイーンの方は早くも、クイーンロイちゃん両方能力解放しましたね。ヘイスト、グスリ。フリーズは残ってるんですけどもというところ、ナイス展開。いや、これめっちゃうまかったな。うまかったんだけど、ちょっとね、タイムが絶望的だったんでね。あと4分早く全開が取れればって感じでした。
はい、というわけでね、15対15ということで、内容的にはどちらもね、素晴らしいアタックで10分の10ルートライダー編成でしたね。まあ今の 5V5 の環境ってほとんどこうなってて、まあ強いクランになればなるほどルートライダーを使ってできるだけ早い全開を取るっていう展開が多くなってるんじゃないかなと思います。あれおっさん違うかおっさんだけ違うね。10分の9だね、だから。おっさんはラバルホグみたいな、ラバルホグスーパーバーバリアンで3等分して、まあそれぞれ3等分の役割をしっかりこなせばタイム的にも速くなるでしょうっていう。まあこれはね、目が4個ある人のプランですね。まあ、こうやって見るとね、同じ15対15でも、まあいろんな、なんかもう、越えれない壁みたいなのは感じたんじゃないかなと思います。タイム的なものもそうだし、技術的なものとか、ユニットの残り量とタイムってやっぱり結構ね、比例するような環境になってきたんでね。まあ、僕の愛する食い火をやってる人はね、誰もいないですよ、この環境。もうなんか、点差がつかない限り食い火はできないですね。というわけでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、お願いします。また続いての動画でお会いしましょう。さよなら。